こんばんは、クリミナルです。今回は日本のある有名な未解決事件について考察してみました。わらび取りに出かけた主婦2人が手にかけられた事件です。事件が起きたのは1979年5月23日水曜日正午過ぎ。地元の人からは野山と呼ばれていた山で発生した。この山は現地住民がピクニックや山菜採りによく訪れる山ではあったが、事件前からタケノコ泥棒が横行し、女性が襲われる事件も発生していた。事件当日は水曜日で平日ではあったが、山菜採りシーズンということもあり、当時山には15人ほどが入山していたという。事件の被害者は長岡天神駅から南へ約200メートルの場所に位置するスーパーでパートとして働いていた主婦の A さんと M さん。その日2人は午前6時から午前10時までこのスーパーで働いていた。2人は午前10時過ぎに同スーパーで弁当を購入し、自転車に乗ってスーパーから2キロほど離れた山へわらび取りへ出かけた。A さんにはわらび取りの経験があったが、M さんはその日が初めてだった。二人は野山のふもとにある畑近くに自転車を止め、午前11時頃に入山。二人が入山する姿を工事現場のガードマンや竹林にいた夫婦が目撃している。その後、二人の行方がわからなくなった。M さんは午後3時過ぎには戻ってくる予定だった。M さんの子供が保育園に通っており、迎えに行かなければならなかったからだ。しかしその日、M さんが保育園に来ることはなかった。その日の夜、心配になった M さんの夫は、事前に M さんから仕事の後に山菜採りに行くと聞いていたこともあり、一人で暗い中、野山を捜索しに行ったが、二人を発見することはできなかった。翌日の朝、宿直明けの A さんの夫も捜索に加わり、二人がかりで A さんと M さんを探したが、見つからなかった。そして同日15時頃、A さんと M さんの夫は向こう町署に捜索願いを出した。向こう町署は直ちに署員30人を投入し、捜索を開始。すると、登山道入り口近くにある畑で、二人の自転車を発見した。しかし、その後深夜まで捜索したが、二人を発見することはできなかった。翌日も朝から捜索が開始され、警察犬も捜索に参加。そして午前10時半頃、野山の山頂付近で警察犬が大きく吠えた。捜査員が駆けつけると、そこで A さんのご遺体が発見された。次に、その場所から斜面を約10メートルほど登ったところで、M さんのご遺体が発見された。A さんのご遺体には、手で首を絞められた跡があるほか、全身30カ所にも及ぶ皮下出血の跡があった。あばら骨は9本折れ、肝臓が破裂していた。A さんの傍らにはナップサックが放置されており、中には空になった弁当箱とわらびの束、現金2000円が入っていた。また、A さんの体内からは犯人のものと思われる体液が検出された。ただ、着ていたシャツに乱れはあったが、ジーパンを履いていた。A さんは乱暴され、手にかけられた後に犯人がジーパンを履かせたのか、それとも乱暴された後に A さん自らジーパンを履き、その後手にかけられたのか、もしくは犯人が A さんを乱暴した後にジーパンを履けと命令したのか、このうちのどれかだと思われるが、どれであるかは不明である。一方 M さんのご遺体は左胸に文化包丁が突き刺さったままになっていた。下半身は裸でパンストと下着が足に絡まりついていた。一見乱暴されたかと見られる状態だが、M さんの体内からは体液は検出されなかった。ただ、犯人のものと思われる体毛が付着しており、鑑定の結果、その血液型は O 型と判明している。M さんのご遺体にも手で首を絞められた跡があり、全身50カ所にも及ぶ皮下出血の跡があった。司法解剖の結果、A さんの死因は手で首を絞められたことによる窒息死。M さんの死因は刺殺。死亡推定時刻は午後1時半から午後2時の間と推定された。警察の捜査により M さんに突き刺さっていた文化包丁は岐阜県関市で製造されたものと判明。ただ、その包丁の流通ルートはわからなかった。また、この包丁からは指紋は検出されていない。そして A さんが履いていたジーパンの右ポケットから二人のパート先であるスーパーのレシートが出てきた。そのレシートの裏面には、追われている。助けてください。この男の人、悪い人。
という文字が鉛筆で書き殴られていた。なお、筆跡鑑定の結果、このメモは A さんが書いたものと判明したと、1979年5月28日に中日新聞が報じている。助けての巣を一旦句と書き誤っており、メモを書いている時にひどく動揺していた様子が伺える。そして、このメモを書いた鉛筆自体は発見されなかったが、鉛筆の芯は現場付近で発見されている。この事件には複数の怪しい人物、容疑者が浮上している。怪しい人物、容疑者1。この事件の前年の同時期に一人の主婦が野山でわらび取りをしていたところ、包丁を持った男が近づいてきて、奥さん、わらび取れますかと声をかけてきたという。その主婦は驚き、少し離れた場所でわらびを取っていた夫と子供のところへ走って逃げた。その男の特定はできていない。男の年齢は40歳から45歳くらい、身長は170センチくらいでネズミ色の作業着を着ていたという。2番目、この野山では事件の数年前からタケノコ泥棒が横行していた。その手口はタケノコを掘り起こすのではなく、地上に出ている部分を刃物で切り取っていた。ただ、この事件後、野山に捜査員が立ち入るようになってからは、タケノコ泥棒の被害はなくなった。3番目、この事件が起きる前、現場付近の山林内の道路を暴走族が走り回っていた。このことから被害者2人はたちの悪い暴走族に襲われた可能性もあると考えられた。4番目、事件の6日前、現場付近でわらび取りをしていた主婦に中年の男が、取れますかと声をかけていた。この男も特定はできていないが、年齢は40歳から45歳くらいで、サラリーマンのような風貌だったという。よく似た人物を目撃したという情報は全部で3件寄せられており、その目撃情報は水曜日、木曜日に集中していた。ちなみに A さんと M さんが襲われた日は水曜日である。その後、この男の似顔絵が作成された。この男は事件の前年に、奥さん、わらび取れますかと主婦に声をかけたものと同一人物ではないかと見られている。また、現場からは革靴の足跡が確認されている。5番目、事件が起きた5月23日14時頃、犯行時間帯の直後に2人の男が現場の山から急ぎ足で降りてきたのを地元の人が目撃。この2人の男は警察から重要参考人として取り調べを受けている。年齢はそれぞれ28歳と26歳。うち1人は空手経験者で、性格は粗暴でたびたび喧嘩をしていたという。2人は地元の建設作業員で、事件前日までは現場近くの神社付近で犬を連れてうろついたりしていたが、事件後は野山に近づかなくなった。また、急に仕事に精を出し始め、夜には2人でひそひそ話をしたりと、不自然な点が目立った。警察はこの2人の男が怪しいとみて事情を聞いたが、犯人であるという確証は得られなかった。6番目、5月23日午前11時30分頃、25歳から30歳くらいとみられる2人の男が A さんと M さんが入山した直後に山に入っていく姿を近くの竹やぶで作業をしていた人が目撃。その2人の男は山に入るには軽装で何も荷物を持っていなかったという。ただ、この2人の男も正体不明のままである。ちなみに、1972年から83年にかけて男女8名を手にかけた勝田清隆も本事件の容疑者として浮上していたが、本人は否定した。このように、この事件には多くの怪しい人物、容疑者が浮上した。警察も地道な捜査を続けたが、進展がないまま時が過ぎていき、本事件は公訴時効が成立してしまっている。この事件の約半年前に京都府宇治市で起きたある未解決事件がある。1978年11月23日午後9時頃、京都府宇治市牧島でランニング中の主婦が行方不明になった。警察が付近を捜索すると、自宅近くの農道で大型の血痕が見つかった。行方不明になった主婦の血液型は O 型である。
また、そこから200メートル離れた田んぼまで人を引きずったような跡と複数の足跡、血痕が残されていた。その主婦は未だに行方不明で何者かによってどこかに連れ去られたと見られている。現場付近に交通事故の痕跡がないことから警察は殺人・死体遺棄事件として捜査したが、この事件は未解決となっている。また、蕨取事件から5年後、1984年5月15日午後3時頃、JR 長岡京駅近くの民家で主婦が手にかけられるという事件が発生した。被害者の主婦は左首や背中などを刺されており、死因は失血死。1階と2階から被害者の血痕が検出されており、被害者の主婦は1階の居間にうつ伏せに倒れていた。犯人は主婦を手にかけた後、ご遺体に大量の衣類と布団などをかぶせ火をつけていた。事件当時、夫と成人していた子供2人は外出しており、家には被害者の主婦1人だった。現場からは犯人のものと思われる大型の血痕が残されていた。この被害者の主婦が蕨取事件の日、A さんと M さんと一緒に蕨取に行き、一人だけ先に下山していたというネット記事が散見されるが、明確なソースがないため、信憑性は低いと思われる。事件当時の新聞報道で、当時 A さんと M さんと蕨取に行く予定だった方が2人いたが、用事ができて参加するのを直前にやめたと報道したものがあったとのことで、そこから派生したものではないかと見られている。この2つの事件に蕨取事件の犯人が関与しているかは全くの不明である。ただ、事件の現場から比較的近い場所でこの2つの事件が起きたということは事実である。犯人の動機は一体何でしょうか？動機が怨恨だとすると、被害者2人をどちらも恨んでいたということでしょうか？となると犯人は被害者の顔見知りである可能性が高いと感じますが、どちらか一人だけを恨んでいたとするならば、A さんもしくは M さんが一人でいるところを狙えばいいはずです。また、A さんが書いたとされるメモには、犯人の名前は書かれておらず、この男の人と書かれています。そして手にかけるほどの恨みを持っていた相手に暴行を働くのはわかりますが、乱暴までするでしょうか？被害者2人を恨んでいた人物がプロを雇ったということも考えられますが、その場合であればなおさら被害者を乱暴し、体液を現場に残すということはしないと思います。また、被害者2人が何かしらの情報を知っていて、それを吐かせようとして2人に執拗に暴力を振るったということも考えられますが、同じくこの線も被害者を乱暴したという点が引っかかります。私は怨恨による犯行ではなく、性的サディズム障害を持った犯人による猟奇的な犯行ではないかと感じています。A さんの全身には約30箇所、M さんの全身には約50箇所にも及ぶ皮下出血が確認されています。つまり犯人は全長30センチ、刃渡り18センチの包丁を持っていながら、執拗に殴る蹴るの暴行を加えていたことになります。A さんと M さんを殺める、乱暴するという目的を達成するというよりかは、苦痛を与えることを楽しんでいるように感じます。性的サディズム障害を持った者は、人に苦痛を与えることで性的興奮を得るのです。ただ、こんなに人を殴ったり蹴ったりするのは素人には大変なことで、たちまち拳や手首を痛めてしまうと思います。この点から犯人には武道の心得があったのかもしれません。また、この犯人は被害者の急所に木の棒を刺しています。この猟奇的な行為は当チャンネルで紹介したシリアルキラー、アルバート・デサルボがやった行為と似ています。性的盗作者のシリアルキラーであったデサルボは被害者の急所にほうきの絵を突っ込んでいました。また、いくつかのネット記事には犯人は2人のアキレス腱を切断したと書かれています。ただ、私が参考にした本にはそのようなことは書かれておらず、新聞や週刊誌でもそう書かれているのを見たことがありません。この件に関しては、新宿歌舞伎町のディスコナンパ事件の事件内容と混同されてしまっているのではないかと見られています。ちなみに、少し話はそれますが、海外のシリアルキラーで被害者のアキレス腱を切った人物がいます。それはエド・ケンパーです。彼がなぜ被害者のアキレス腱を切ったかというと、被害者が逃走するのを防ぐという理由ではなく、弛緩をしやすくするためです。
なお、エド・ケンパーが捕まったのは1973年です。次に M さんに突き刺さっていた包丁について、この包丁には指紋がついていませんでした。おそらく犯人は手袋をしていたのでしょう。そして山菜採りをする人の多くが手袋をしているかと思います。このことから、やはり犯人は土地勘のある人物で山菜採りに来ていた人物ではないでしょうか。もしくは、わらび取り経験者の A さんのことを犯人が一方的に知っていて山で待ち伏せていたのかもしれません。次に、犯人はどこにいたのか。被害者2人が勤めていたスーパーから野山まで約 1.5 キロほどの距離があります。午前10時に仕事を終えた被害者2人は、その後自転車に乗って山へと向かっています。もし犯人がスーパーから尾行したとなると、さすがに途中で誰かにつけられていると2人は気づくのではないでしょうか。事件当時犯人は手袋をして凶器となる包丁を持って山菜採りをしていたのではないかと思います。そこへ A さんと M さんが野山にやってきたのを見て狙いを定めたのではないでしょうか。ただ A さんと M さんがこれから野山にわらび取りに行くという予定を犯人が知っていた場合は二人を尾行する必要もなくなります。その場合、犯人は二人の顔見知りか偶然 A さんと M さんの会話を聞いて二人の今後の予定を知ったスーパーの客ということも考えられます。また、先ほど申し上げたように犯人が野山で待ち伏せていた可能性も考えられます。M さんはわらび取り初心者でしたが、A さんは経験者です。もしかすると A さんは以前から事件の舞台となった野山にわらび取りに来ていたのかもしれません。そしてその姿を見ていた犯人が A さんを狙って待ち伏せていたのかもしれません。次に、あのメモはいつ書いたのか、なぜ書いたのか。私は逃げながら書いたというよりかは犯人に追われ逃げている時に木の後ろなどに隠れていたのではないかと思います。もしかしたら二人は逃げている最中にはぐれてしまっていたのかもしれません。山道を走りながらレシートの裏に文字を書くというのは難しいでしょうし、筆圧で紙が破けてしまうと思います。A さんはメモを書いた後に山頂の方に逃げたことで逃げ場を失い、追ってきた犯人に捕まってしまったのではないでしょうか。もしくは犯人が M さんを暴行している最中に A さんがメモを書いたということも考えられます。A さんは犯人に脅され身動きが取れなくなってしまった。もしくは犯人に足を蹴られるなどして動けなくなってしまった。しかしそれでも何とか逃げ出そうと決意し、あのメモを書いた。そのメモをどこかに落とし、それを誰かが拾ってくれて警察に通報してくれることを期待した。そしてそのメモを何とか書き終え、それをポケットに入れる。隙を見て逃げ出そうとしたが、犯人に捕まってしまった。この説ですと、A さんがメモを書く隙があったということから、犯人は一人とも取れます。最後に、犯人は単独犯なのか、複数犯なのか。成人女性二人を犯人一人で制圧するには、いくら男であっても大変なことだと思います。ただ、二人を凶器で脅し、動きを封じさせることは可能だと思います。もしくは、先ほども申し上げましたが、被害者の足を蹴るなどして、身動きが取れない状態にしたのかもしれません。また、ポケットの中から見つかったメモには、この男の人と書かれています。もし犯人が複数犯であれば、この男の人たちと書くはずです。A さんのことをよく知るスーパーの上司は、A さんは几帳面な性格だったので、犯人が複数人いたとしたら、この男の人たちと書くはずだ、と述べています。先ほどのメモを書く隙があったということも加味し、私は犯人は単独犯で性的サディズム障害を持った男だと思います。犯人は地元の人間で、ある程度土地勘のある人物だと思いますが、警察も地元の人間を中心にしらみつぶしに捜査をしたはずです。もしかすると犯人は一度は警察に事情を聞かれていたのかもしれません。ただ、そこを犯人がうまくかいくぐったのか、もしくは警察サイドの何らかの初動捜査のミス、見落としがあったのかもしれません。本事件は事件発生からすでに42年が経過しております。犯人が当時目撃されていた40歳から45歳くらいの中年の男だと推測すると、犯人の年齢は80代になっていると思われます。そのため、すでに犯人が死亡してしまっていることもあり得るかと思います。以上が私の考察です。ぜひ皆様のお考えもコメント欄でお聞かせください。
最後に亡くなられた A さんと M さんのご冥福をお祈りいたします。